三千世界一度に開く梅の花。この一句を私は幾度となく唱えてきた。そなたよ、今の世の流れに何か異変を感じてはおらぬか。天変地異が続き、疫病が世界を覆い、争いが絶えず、経済は不安定、人々は不安に駆られ、心は荒れ、未来への希望さえ見失っておる。しかし、これらの出来事は偶然でも不運でもない。長きにわたり積み重なった人々の欲、怒り、悲しみ、欺瞞、偽り、それらが天地のバランスを崩し、今、一気に吹き出しておるのだ。これは天地の大掃除、すなわち建て替え、立て直しの始まりである。そなたがこの言葉に耳を傾けておるのも、すべて神の深き導きによるもの。目を開け、耳を澄ませよう。大峠はすでに始まっておる。今、そなたがこの時代に生まれ、ここに居合わせた意味をこれから語ろう。第一章、混濁の世の病巣をえぐれ。そなたよ、今の世のありさまをじっと見つめてみよう。街は騒がしく、人々はいつも何かに追われ、心の安らぎを失っておる。情報は洪水のごとく押し寄せ、誰もがスマートフォンを手放せぬ。食べ物も、空気も、水も、本来の清らかさを失い、心も体も疲弊しきっておる。なぜこれほどまでに人は苦しみ、迷い、怒り、泣いておるのか。その答えは一つ。そなたたちは、霊、お忘れ、体ばかりを追い求めてきたからだ。物を持つこと、金を得ること、他人より優れること、それが幸せだと思い込まされておる。だが、それはかりそめの満足に過ぎぬ。本来、人は霊視体重で生きるべきなのだ。だが、今の世は完全に逆。大衆霊獣という、まるで天地が逆さまになったような生き方に染まっておる。欲望が先に立ち、怒りと悲しみが日々を支配し、互いに傷つけ合い、奪い合っておる。その歪みが、今一気に表に現れてきているのだ。そなたよ、この現実に目を背けてはならぬ。この世の乱れを単なる偶然と思ってはならぬ。一人一人の心の歪み、行いの乱れ、それが積もり積もって、今の社会の混乱を生み出しておるのだ。テレビも新聞も SNS も、外の出来事ばかり騒ぎ立てるが、原因はもっと深いところにある。それは、人の心の曇り、なのだ。怒り、そねみ、争い、欲望、そうしたものが渦巻き、まるで毒が川に流れ込むように、世の中を濁らせておる。そなたよ、自分の心を振り返ってみよう。他人のせいにしてはならぬ。この混濁の世は、そなた自身の心の投影でもあるのだ。だからこそ私は言う。大掃除は、まず内から始めねばならぬ。自らの内側を清め、澄んだ心を取り戻すこと。それが、この乱世を変える第一歩なのだ。そなたが変われば、世界もまた変わる。それが天地の断りというものだ。そなたよ、耳を澄ませ、心の声に向き合ってみよう。この乱れた世界を変える力は、そなたの内にこそ眠っておるのだ。誰かが変えてくれるのを待つ時代は、すでに終わったのだ。まずはそなた自身が変わること。朝目覚めたその瞬間から、感謝の念を抱き、身の回りを清め、言葉に気をつけ、行いを正すのだ。心を澄ませば、天地の声がそなたにささやきかけてくる。小さな良き行いも、日々積み重ねれば、やがて大きな光となる。その光は、そなたの周囲を照らし、さらに多くの者たちの心を目覚めさせるであろう。私はこれまで、数えきれぬほどの人々にそう説き、道を示してきた。その中には、最初は疑い、迷い、恐れていた者もおった。だが、ひとたび一歩踏み出せば、皆確かに変わった。そなたよ、
他人事と思ってはならぬ。この混濁の世にあって、そなたこそが次なる光となり、道を切り開くべき存在なのだ。第2章、新作発動。天地は掃除を始む。そなたよ、大いなる流れを知っておるか。この世に起こるすべての現象は、天地の深き意志によって動かされておるのだ。今、世界各地で天変地異が相次ぎ、社会は混乱し、人心は荒れ果てている。それは偶然でもなければ、単なる自然現象でもない。これは、新作発動。天地が自らの手で大掃除を始めた印である。長きにわたり封じられてきた、牛虎の根人、国の床たちの御事の力が、今この世に満ち始めておるのだ。その封印は、無数の祈りと覚悟と、時の満ちるのを待って、ついに解かれた。山は鳴動し、海は荒れ狂い、空は怒りを示し、地は震え、大地は裂ける。疫病が広がり、経済が揺らぎ、国と国は睨み合い、人々は恐れに支配されておる。だが、これらはすべて必要な痛みなのだ。この大きな動きは、天地の大手術であり、腐敗したものを洗い流すための浄化なのだ。そなたよ、恐れることはない。これは罰ではない。新しい世を迎えるための生みの苦しみである。だからこそ、そなたは自らの役割に目覚め、この流れに背を向けてはならぬ。天地の意志に耳を澄ませ、歩を進めよう。そなたよ、天地の働きは、単に自然界だけに現れるものではない。この大掃除は、社会の仕組み、人々の価値観、そして個々の心の中にまで及んでおるのだ。そなたが目にする経済の困難、政治の腐敗、教育の荒廃、どれもが長年積もった歪みの結果である。そして、その生産の時が今訪れておるのだ。表面上は偶然の出来事のようにまみえよう。しかしその背後では、神の大いなる采配が働いておる。腐ったものは崩れ去り、新しいものが生まれるための土台が作られている。それは痛みを伴う。そなたよ、それゆえ恐怖や不安に飲まれてはならぬ。この変化の波は、そなたをも飲み込もうとするかもしれぬ。だが、そなたが正しい心を持ち、礼を済ませて歩めば、必ずその波を乗り越えることができるのだ。私がこうして語りかけておるのも、そのためなのだ。そなたよ、今こそ立ち上がる時だ。この大峠の中で、ただ怯え、震えていてはならぬ。そなたには使命があるのだ。それは、この混乱の中で光を見出し、道を示すことである。まずは心を整えよう。朝目覚めたならば、深く息を吸い、大地に感謝を捧げよう。一日の始まりに、己が内なる神に問いかけよう。今日は何をなすべきか、と、その問いに対する答えは、そなたの心の奥底に、必ず響いてくる。そして、できることからでよい。小さな善行、誰かへの思いやり、自然への感謝、その一つ一つが、天地の大掃除に参加するたっとき行為となるのだ。私がここで語るすべては、そなたがこの時代に選ばれて生まれてきた証。恐れることなく、胸を張り、足を踏み出すのだ。そなたの一歩が、やがてこの世の未来を形作るであろう。第3章、弥勒神聖の青写真を示さん。そなたよ、今こそ新しい世の姿を心に描く時だ。これから訪れる弥勒神聖とは、ただ争いがない世界ではない。もっと深く、もっと根源から変わった、新しい文明の形なのだ。そこでは、物質だけを追い求める価値観は捨て去られ、霊を中心に据えた生き方が広がる。人は皆、互いに助け合い、争わず、真の幸福とは何かを知るよとなるのだ。科学も技術も、欲や支配のためではなく、人々の平和と調和のために使われるであろう。
そなたよ、食べ物一つとっても、命あるものに感謝し、自然との調和を大切にするようになる。働くことも、ただ金を得るためではなく、魂の喜びとして、他者への奉仕として行われるのだ。そして何より、人と人との心が、深く結びついてゆく世の中になる。その世界では、そなたの小さな善行が、誰かの希望となり、その希望がまた次の誰かの光となる。その光の連鎖が、やがて大地を覆い尽くし、すべての存在が輝くのだ。これが、私が見る未来の弥勒神聖である。そなたよ、希望を持て。その世は遠い夢ではない。そなたの内から始まるのだ。弥勒神聖の中心にあるのは、光、響き、誠の三つの柱である。まず、光とは、そなたの内に宿る善意と愛の力。その光は周囲に広がり、暗闇に包まれた心をも照らす。次に、響き。これは言葉、行い、思い。そのすべてが世界に波紋のように広がってゆくことを意味する。そなたが発する言葉一つで、人の心を癒すこともできれば、傷つけることもあるのだ。だからこそ、言霊に宿る力を理解し、大切に扱わねばならぬ。そして、誠。それは誠実で偽りのない心。他人を欺かず、自らをも偽らず、常に正しい道を歩むこと。この三つの柱が揃ってこそ、そなたは誠に新しい世を生きる資格を得るのだ。私はこれまで数多の人々にこの道を説き、共に歩んできた。そなたよ、そなた自身の中にも、すでにその光と響きと真実は宿っておるのだ。弥勒神聖は遠い未来の幻想ではない。それは今この瞬間から、そなたの心の在り方によって形作られてゆくのだ。日々の選択、言葉、行動、そのすべてが新しい世への道しるべとなる。そなたが笑顔を向ければ、誰かの心も和らぐ。優しい言葉をかければ、絶望の淵にいる者も救われることがある。一日一つでも良き行いを重ねれば、それは確実に世界を明るく変えていく力となる。私がここでこうして語るのも、すべてはそなたの目を覚ますため、希望を捨ててはならぬ。どれほど周囲が混乱しようとも、そなたが胸に抱く一筋の光が、闇を打ち払う剣となる。そなたよ、今日この瞬間から、未来を変える一歩を踏み出すのだ。それが、そなたに与えられたたっとき使命である。第4章、そなた自身が雛形となれ。これまで私は大峠の現状と、弥勒神聖の未来像を語ってきた。だが、それをただ聞いて感心するだけでは意味がない。大切なのは、そなた自身がこの変革の雛形となることだ。雛形とは、神の意志をこの地上で最初に形にする小さき実践者のこと。大きな変化は、常に一人の心の決意から始まるのだ。まずは、そなたの心を整えること。怒りやそねみ、欲望に流されぬよう、日々の心を払い清めるのだ。そのためには、朝夕の祈り、感謝の言葉、小さな善行が何より大事。そなたが発する言葉一つ、笑顔一つが、天地に響くのだ。それが雛形としての第一歩である。他人に見せるためではない。神が見ておるのだ。日常の小さな選択の積み重ねが、そなたの魂を磨き、周囲の空気までも浄化してゆく。掃除をすれば空間が清まるように、そなたの良き行いがこの世界に新しい風を吹き込む。そなたよ、まずは己を整えよ。それがこの大掃除の礎となるのだ。そなたよ、己を整えたなら、次にすべきは日々の行動だ。神は言葉だけでなく、そなたの生き様を見ておるのだ。人に優しい言葉をかける。困っている者に手を差し伸べる。自然に感謝し、一つ一つの命を大切にする。それが真意にかなう生き方なのだ。
そなたが朝、家を出るときに笑顔で、行ってきます。という。夜帰宅したときに、今日もありがとう、とつぶやく。その小さな言葉も、天地に響いておる。また、道端のゴミを一つ拾うこと、誰かに親切な言葉をかけること、そのすべてが、そなたの霊性を磨く行為である。私一人がやっても変わらない。などと決して思ってはならぬ。小さな一つが、やがて大きな流れとなる。そなたの善行は、見えない世界で積み重なり、天地の記録に刻まれてゆくのだ。それが、そなたに課せられた役目であり、神が期待する働きなのだ。そなたよ、今日からその一歩を始めよう。行動を積み重ねたなら、次はさらに一歩進むことだ。それは直感速攻である。心にふと湧いた良き思い、誰かを助けたいという衝動、自然を守りたいという願い、それらは神からそなたへのメッセージである。迷わず、ためらわず、すぐに行動に移すことが大切なのだ。人はよく、後でやろう、今は忙しい、と言い訳をする。だが、その一瞬の躊躇が、新作を逃すこととなる。そなたの中にひらめいた善意は、まさにその瞬間に生かさねばならぬ。小さなことでもよい。困っている人を助ける。ゴミを拾う。感謝の言葉を伝える。それが天地に通じ、そなたの霊性はさらに高まってゆく。私はこれまで、すぐたの者たちがこの直感速攻で、人生を好転させるのを見てきた。そなたもまた、その一人となれ。神はそなたの行いを、必ず見ておるのだ。第五章、競争せよ、新しきを直しよう。これまで私は心の整え方、行動の積み重ね、直感速攻の大切さを語ってきた。だが次に必要なのは、そなた一人ではなく、仲間と共に歩むことだ。人は一人では限界がある。どんなに強き心を持っていても、時に迷い、疲れ、くじけることもあろう。だからこそ、そなたと同じ志を持つ者たちと、手を取り合い、支え合って生きるのだ。良き言葉を交わし、励まし合い、共に笑い、共に涙を流す。その中でそなたの魂はさらに磨かれてゆく。そなたの隣にいる者もまた、神に導かれた仲間である。互いに学び、共に成長することで、大きな力となる。その輪はやがて広がり、町を、国を、世界を包み込む光の連鎖となるであろう。誰かが困っている時には、迷わず声をかけ、手を差し伸べよう。一人では届かぬ光も、皆で力を合わせれば、遥か遠くまで届くものとなるのだ。そなたよ、今こそ小さな一歩から、共に歩む道を選ぶのだ。そなたよ、次なる段階は、競争である。個々の力を集め、共に新しい未来を築くことが求められておるのだ。そのために必要なのは、そなた自身の得意なこと、好きなことを生かすこと、芸術、農業、教育、技術、どんな分野であれ、そなたが心を込めて取り組むことが、弥勒神聖への貢献となるのだ。芸術は宗教の母、という言葉を、私は幾度も伝えてきた。それは、心から生まれるものが、いかに人を癒し、勇気づけ、養生化する力を持つかという証。そなたが描く一枚の絵、紡ぐ一つの言葉、奏でる一つの音、そのすべてが、天地に響き、世界に新しい波を生むのだ。また、土を耕し、種をまくことも、たっとき神業である。自然と共に生き、命を育てる行為こそ、天地の摂理に沿った最も純粋な奉仕なのだ。そなたよ、そなたにできることから始めよう。小さな一歩が、やがて大きな変革となるであろう。そなたよ、
最後にもう一つ、心に刻んでほしいことがある。今この時代、世界は大きく揺れておる。だが、それは恐れるべきことではない。新しい世が生まれるための生みの苦しみなのだ。その変革の波に飲まれるのか、それとも、その波を乗り越え、次なる時代を作り出すのか。それはすべて、そなたの心一つにかかっておるのだ。これまで私が語ってきたすべては、そなたにその力があるという証である。そなたが信じ、歩み続ける限り、必ず道は開ける。たとえ困難があろうとも、そなたが一つ一つ乗り越えてゆけば、天地は必ず応えてくれる。私もまた、そなたの歩みを見守り、励まし、時に背中を押す存在である。そなたよ、恐れることなく、一歩を踏み出せ。そなたのその小さき行いが、やがて三千世界を照らす光となるのだ。今こそ胸を張り、顔を上げ、歩き出すのだ。噛むながら、保ち生えませ。いかがでしたか。本日は出口鬼三郎が残した三千世界の建て替え立て直しという壮大な教えについてお話しさせていただきました。混乱の時代だからこそ、心を整え、行動を重ね、小さな光を広げてゆくことが大切なんですね。もし今日のお話が皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。